F1 といえば、赤い羽馬フェラーリ。70年以上の歴史を誇り、数々の栄光を築いてきた名門チームです。しかし、伝統と誇りの裏には、忘れ去りたい黒歴史が数多く存在します。そしてその失敗には、時代を象徴する背景と名門ならではの重圧が絡み合っていました。今回は、フェラーリの長い歴史の中から、大きな失敗5選を振り返ります。F1 チャンネルでは、F1 に関する様々な情報を配信しています。過去に起きた衝撃的な事件や事故、皆様で振り返ってみましょう。チャンネル登録がまだの方は、ぜひお願いいたします。1996年、F310、技術迷走の産物。1996年、ミハエル・シューマッハを迎えたフェラーリ。これで黄金時代が始まる、と世界中が期待しました。ところが、その年の新車、F310 は、史上最悪級のジャジャ馬でした。なぜか、この年から F1 は、3リッター V10 エンジン規定に変更。フェラーリは急いで新エンジンを作りましたが、信頼性に欠け、パワーも劣っていました。さらに、空力設計も稚拙、フロント形状は独特でしたが、下手に冒険した結果、ダウンフォース不足でコーナーは不安定。シューマッハは、天才的な腕で3勝を挙げましたが、これはほとんどドライバーの力だけ。マシン自体は、時代遅れの設計と技術力不足を象徴する失敗作だったのです。2005年、タイヤ戦争の敗北で破滅。2000年代前半、フェラーリは無敵の王者でした。しかし、2005年、赤い羽馬は一気に奈落の底へ突き落とされます。最大の要因は、タイヤ。当時の F1 は、ブリヂストンとミシュランの2大勢力が激しく争っていました。フェラーリはブリヂストンと深い関係にあり、ほぼ専用タイヤを供給されていたのです。ところが、2005年に導入された、1レース1セットタイヤルールにブリヂストンが対応できず、摩耗に苦しみました。データをフェラーリしか提供していなかったため、開発は行き詰まり、他チームとの差は広がる一方、ミシュラン勢のルノー、そして若きアロンソは、シーズンを支配。あのシューマッハですら、手も足も出ないままタイトルを失いました。唯一の勝利は、アメリカグランプリ。しかし、ミシュラン勢が安全性の問題で撤退した結果、フェラーリとジョーダン、そしてミナルディの3チーム、6台だけが走り切った茶番劇。その勝利は、価値のない勝利と批判され、むしろ赤い羽馬の威信を傷つけました。2010年、アブダビグランプリ、戦略の罠。2010年、フェルナンド・アロンソがタイトル獲得に王手をかけました。最終戦、アブダビ、彼はポイントリーダーとして挑みました。しかし、フェラーリは致命的な戦略ミスを犯します。ライバルのウェバーが早めにピットインすると、アロンソも追従。ところがその結果、ルノーのペトロフの後ろに出てしまったのです。アブダビは当時、まだ DRS がなく、オーバーテイクが極めて難しいサーキット。アロンソはレース終盤までペトロフを抜けず、タイトルを失いました。この失敗の本質は、ウェバーばかりを意識しすぎたこと。最大のライバルだったベッテルを視野から外してしまったのです。結果、ベッテルが逆転で初タイトル。ファンに語り継がれる、ペトロフの壁は、フェラーリの視野の狭さを象徴しています。2016年、SF16H、勝利ゼロの屈辱。2016年、フェラーリは、今年こそメルセデスを倒すと宣言しました。しかし、
新車 SF16H は期待を裏切り、シーズン勝利ゼロ。なぜ負けたのか。第1に、エンジン。メルセデスのハイブリッドパワーユニットは圧倒的に優れており、フェラーリは焦って開発を急ぎました。その結果、壊れやすく、安定性に欠けるユニットとなってしまったのです。第2に、戦略の迷走。タイヤ選択やピットの判断が裏目に出ることが多く、ベッテルやライコネンの構想を何度も無駄にしました。チーム内部のプレッシャーも強まり、首脳陣の批判が飛び交い、雰囲気は最悪、フェラーリが勝てない名門へと逆戻りした瞬間でした。2020年 SF 戦記念すべき戦線の屈辱。2020年、フェラーリはチーム創立戦線という歴史的シーズンを迎えました。しかし、そのマシン SF 戦は最悪の記念碑となってしまいます。なぜなら、2019年に猛威を振るったエンジンが FIA の調査で燃料流量規定違反ギリギリと指摘され、密かに和解。2020年は厳格な規制が課され、エンジン出力は大幅に低下しました。その結果、ストレートスピードは中段以下、さらに空力も不安定で、マシンのバランスも崩壊。フェラーリはランキング6位、表彰台わずか3回という屈辱の結果に終わります。戦線という輝かしい節目を失敗で怪我してしまったこのシーズンは、フェラーリ史の中でも特に痛烈な記憶となりました。こうして見てみると、フェラーリの失敗には共通点があります。技術開発の遅れ、規則対応の不備、戦略の誤り、そしてチーム内部の迷走、名門ゆえのプライドと重圧が、時に判断を誤らせてきたのです。しかし、失敗があるからこそ、勝利の輝きは増すもの、栄光と挫折の物語こそが、フェラーリを、ただのチーム、ではなく、伝説、へと昇華させています。これからも赤い羽馬は、挑戦を続けるでしょう。失敗とともに、そして栄光とともに。